にちは。今回は推しの子第31話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。週刊誌愛の事件、どっちも載せたろ。草賢い。有能、それはそう。仕事ができる。妹ぶち切れるやろこれ。今日のサブタイトル、目を隠さなくてええんか。アクアホンマキッショイナーやってること。ルビーがヤバいことになりそう。妹に相談せんかったのかよ。さっき相談したから。カナ逆の次はルビ逆か。ちょっと面白くなってきたやん。これもう主人公のなんやろ。別に本人ですっていう必要なくね。ひろゆき草。ひろゆきっぽい。ひろゆきかよ。14年前って今から2012年か。みんなは何してた？お似合いやタリタリあたりを実況してた。記者も律儀に約束守るんだな。別のタイミングでカナの記事でそうとか思わないのか。重曹は今愛と同じ事務所だから超稼がせてもらった義理立てよ。これダメだろう。売れなくなるわ。ルビーが本当にかわいそう。ナイフ入ってた。抜き身で入れてたのか。視察するつもりだったんかい。茜さす少女。クソアニメだったことしか覚えてない。他の人いないのか。話し合い、ナイフ、話し合い、物理。嘘つきバーサス嘘つき。今殺されそうになってたよね。どっちもどっち。どっちもどっちだな。このカップルも終わりか。花束に仕込むなら普通は銃だろ。日本じゃ簡単に手に入らんだろ。おかしいな。窓マギだと拳銃どころかロケランとか重火器も簡単に手に入れてたのに。時間止められれば自衛隊も米軍もなるんだけど。そんな武器で戦えるのか。どっちもどっちだなこのカップル。突然どうしたのこの2人の行動。不気味で持ってたら言い訳できん。いくらカバンの中とはいえむき出しのナイフはちょっと。ナイフ持ち歩いてたのはさすがに怖。茜ちゃんも大概やべえ。かぐや様より明らかにこっちの方が天才同士の頭脳戦になってない。もうどうしようもなく全員バッドエンドに向かいそうなんだけど。本当に行くだろうから怖い。死にそう。いやこの2人相当お似合いじゃないか。丸く収めるにはやはりメムチョルートしかないか。重要な話に絡むと好感度下がるムーブさせられるから今のポジションのままでいてほしい。茜、さすきだった少女。茜は今泣いてるんだ。重曹ちゃんと違ってこっちは胸が痛いよ。アクアくんはもう止まれないんだね。止まるんじゃいねえぞ。止まるんじゃねえぞ。止められない。止まらない。止まるんじゃねえぞ。やっぱ重曹よりもこっちが広いんだわ。重曹ちゃんも茜も失恋した。俺たちの黒いアクアが戻ってきたな。これって原作通り。原作通り。原作通り。次はルビーがアクアに出れる。両方闇落ちしてんじゃん。漆黒の石が。今度はアクアが闇落ちかよ。殺してやるぞ、ところてんの助。まあ宮野だったら遅かれ早かれ茜殺してたろうな。宮野がアクアハーレムを攻略していくのを見たかった。彼はもう戻れない。破滅するその時まで。とりあえずフンドの妹が待ってますよ。神木光編は劇場版かな。なんで神木のことアクアも知ってるの？茜が足跡たどってるから神木光の会社の前に行ったのも分かってる。止まるんじゃねえぞ。なんか鉄火団の団長やミカみたいに覚悟決めてんな。エアタグ足す花束、ナイフ、すごい洞察力。これみんな不幸になるバッドエンドストーリーなの。アニオリにするかと思ってたけどこの調子ならバッドエンドだな。アニオリなんてやるわけねえだろ。15年前に死んだアイドルが子持ちでした。これ言うほど話題になるか。ドーム公演当日に死んだから伝説になってたし。愛の子供バレが今回の見どころと思ってたが、なんか盗聴器が上書きしちゃったな。画期的な大容量バッテリーが発明されたら盗撮盗聴 GPS もはるかに容易になるんやろな。見ていてしんどいな。このまま最後まで陰鬱展開なのかい。もう相手の特定も終わったから名探偵の役目も終わりか。
今回のような茜みたいなのを舞台装置って言うんだってか。確かに赤坂赤の都合のいい存在だな。確かにそれはそう。単なるエアタグじゃなくて盗聴機能もあったのかな。アクアが神木の情報も掴んでるの。2つの漆黒の石。茜夫としてはこのエピソードは辛かった。女の子の持ち物に GPS や盗聴器仕込むってあんまりやらんしな。たまにじゃないと怒られるし。これ原作最後までアニメ化するつもりなの。ここまで来てアニメ化しなかったら笑う。むしろここまでの大ヒット作を終盤で途中で終わらす理由あるのか。一緒にいる時間の時こっそり充電してたんかね。今回はかぐやのやばいところ超えたと思う。アクア茜の決裂と重曹の件は原作と順番変えてるけど、茜のセリフは原作のタイミングの方が好きかな。とりあえず自業自得だったのに仲間と好きなやつの人生と引き換えに救われてしまった有馬の反応が見たい。ろくに反省せず女優として成功します。すげえなアニメスタッフ。この重曹には何も腹立たんわ。いかに原作のセリフ回しがひどかったかわかる。めっちゃ改変されて重曹のヘイト消え去っててくさ。重曹は原作よりだいぶマシになってるって聞いて笑った。大して変わらないような。自分の欲望を優先させただけなのに号泣されても。アクアやっちまったな。重曹ちゃんのためとはいえルビーちゃんに相談なしで家族のことをばらすのは最低だよ。この重曹とかいいやつのせいでかわいそうだなレディー。アクアこの話で死ぬのが運命づけられたね。そしてメムチョは相変わらず優しいな。いや面白かった。全員に見せ場があってこういう解決になるか。物語が一気に進んだな。自分のために枕に行った女、彼氏のために命を懸けた女、様々な女の生き様が詰まった回でしたね。重曹ちゃん分かってて調子に行ったよな。へたれただけで。そんな女を守るために周りがぐちゃぐちゃ。誰得だよこの展開。ルビーちゃんブチギレでどうにかなっちゃいそう。茜のシーンの気合すごかったな。黒川茜殿下の宝刀歩道橋だいぶ来た。さすがに歩道橋の上から下まで落ちなかったか。そらここは修正するわな。歩道橋のシーン。アクアは階段の途中で受け止める妖怪変したな。さすがに原作通り下まで落ちて茜が無傷なのは無理がある。歩道橋から突き落とされたのって本当にただの偶然なの？なんか後に繋がる話なの？神木に誘導された鉄砲玉だろう。殺人未遂の直後に犯人は見なかったことにして2人だけの世界に入っては晴れ話をする。アクアカのメンタルは常人に割り替えできない。お互いがお互いを危険な道に踏み入れさせないためにわざと見逃したように見えた。どちらも覚悟決まってる。前回茜を見ていたフードのやつアクアだったんだな。名探偵茜を利用して神木を特定するなんて。茜に優しいようでいて当初の目的は達成していたのか。何の恋心もなくただ利用するだけの存在だったな。茜はえぐいことしよるで。アクアにとって茜はまだ利用価値があったと思うのだが、アクアは神木を殺す前にまず愛の願いを叶える必要があるから。自分以外の手で神木が殺されるのは都合が悪い。 GPS そのままやるんならアクアが茜にキーホルダーあげるシーン保管するべきだったと思う。それ入れるとすれば1期だからな。1期制作中はまだ3期どころか2期すら決まっていなかっただろうからな。回想でできるじゃん。盗聴器だか GPS だか知らんけどあれってそんな電池持つの？茜が肩がついたらまた2人でカフェ食べたり旅行に行こうみたいなこと言ってたけど、神木殺したら捕まるんじゃないの？完全犯罪でもやるつもりだったのか？捕まる前に思い出を作ろうという意味だったのか？茜でもさすがに完全犯罪は無理だよね。しかしまあ改めて見ると茜の調査やばすぎだな。名前ちょっと間違ってるけど、今回アクアがあった記者のいたのが10年前に姫川夫妻の記事書いてるとことか。神木の被害者濃いのに神崎光がいるとか情報量ちょっと多すぎ。名探偵黒川茜。茜は愛の母も突き止めて壁に写真があった。マジで有能すぎやろ。サスペンスだったら真犯人に消されるタイプだな。アクアとルビーは闇落ちするだけの過去があるけど、普通に育ってきた茜はなんでこんな化け物に育っちまったんだよ。
おそらく恋や出会いを高齢した際に入り込みすぎてしまった。アクアは命の恩人であり彼氏であり子供であるという。茜が命がけで守りたい存在になってしまった。二人のエチュードって外伝小説読めばわかるけど、生まれつき茜は闇落ちとか環境のせいとかではなく、生まれついての化け物が常人の仮面かぶって一般社会に溶け込もうとしてるキャラなのよ。こういうキャラが報われる話を書いてるのが推しの子以外の赤坂赤って漫画家。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。